お10点。はい。かっこいい刺さり方。あー、力んじゃった。大人になるのび太たちへ、僕よりダメなやつが来た。優劣感や劣等感を超えて友情は芽生える。私ずっと劣等感はあったからダメなんじゃないか、向いてないんじゃないかってずっと思ってたし、で学生の時なんてさ、歩き歩き。じゃあ行こレッツゴー。こんにちは。う。いきなりいきなりそうですそうです。急に刀を振り回す。天井がじゃあこれぐらいしましょう。はい、これが天井。そうで当たらないように振ってください。これ絶対当たるよねって思うけど、そういうことか。当たった。お、当たるねもうちょい欲しい。当たるな。でもいい線いってます。いってます？うん。おあれ？どうしました？下に下ろすお意識。おお、なんか振り付けどころが違うんですね。これをこう下に落とすようなイメージ。すごいすごい。もっと低くいきますよ多分。もっと？うん。ほら。おー、すごい。ちょっと入門しようかな。今日のファッションチェックをしたいと思います。はいじゃーん。こちらのトップス、ニットのトップスはグレーフルで、はい。靴は堺とナイキですね。はい。これ最近この間のパリから相棒になったディオールのかわいい。イヤーカフと最近のスタメン。今ずっとここについてた2つは、今ね修理に出てます。フォーモアとウィンね。あなたと You&I。これはナンバードットっていう私のね友人がやってるブランドで、数字をねなんで3番なの？ 30代だから。いいね。30代の時に買ったんだなこのネックレスをっていうのを記念に3にした。カバンはディオールです。とても使いやすい。旅行の時にとてもいいです。これこうもいいし、斜めかけれるからかわいい。とても使いやすいバッグです。はーい。ありがとう。またね。山根。もうなんか素敵。これ全部私たちの土地だよね今。素敵すぎる。開きました。はい。お願いします。蔵だよ。じゃん。お、すごい。じゃらーん。今日のお部屋です。うわ。すごい、見て見て見て。新しい。あと見てじゃない、聞いて。静か。うわ、素敵。下が畳になってるんだね。いい。ソファーもあって床も座れる。薪ストーブ職人のゆうこさん、お願いします。初めてつけるけどね。あ、すごい、燃えるの早い。いい匂い。あ、いい感じじゃない？お願いします。お願いします。これはこちらで採れた、こちらの水を使った美味しいご飯です。ご飯。はい。わあ、しっかりです。コシヒカリ。はい。美味しそう。本当家庭料理だ。福井県の郷土料理で麩のからしあえ。その辛さが鉄砲に打たれたかとびっくりするのになぞられ、結構辛いってこと？球磨川では麩の鉄砲と呼ばれています。美味しいねこれ。麩の鉄砲美味しすぎる。いい辛さだね。おかわり欲しいねこれね。サバの醤油？醤油干し。和食に合う粒マスタードが添えてある。サバ美味しい。さすがサバが有名な町。こんにゃくの唐揚げ。球磨川こんにゃくの唐揚げ。うわ、もう匂いがすごいわ。手作りこんにゃく。めっちゃ美味しいんだけど。ほんと？衣がそもそも美味しすぎる。なんかガーリック効いてる？うん。作り方教えてほしいね。私たち今日
おぼろ昆布を削ってきたんです。おぼろげに透けて見えますか、私のことが。あ、見えた。あ、見える見える。おぼろげな優子が見える。いいですよ。はい、麺は綺麗に昆布に当たってます。力もちゃんと伝わってるんで、いいと思いますよ。もうとろろ昆布ですね、これは。すっごい力入れてるんで、もう切れるかそうなのっていうぐらいの。結構いいですね。さっきよりは。手がプルプルしてる。あ、おぼろげな感じが。おぼろげじゃない？どうどう？透けてる透けてる。やっと上手にできた。削りたて美味しい。うん。食べ方のおすすめってありますか？やっぱり一番はおにぎり。おにぎり。おにぎりあ、じゃあご飯でそうですねと一緒にくるんで。塩むすび。塩むすび。一あ番美味しい。へー。じゃん。じゃあこちらを握らずでいただきますね。うん。お米と合う。美味しいね。うん。塩気と酸味とちょうどいいね。ね。うん。こういうのがいい。じゃん。大人になるのび太たち。これ絶対面白いでしょ。大人になるのび太たちだって。お、いいじゃん。藤子不二雄。大人になって今だから感じることがありそうだわ。あ、すごいわ。これ何時間でも入れるかもね。わあ、すごい。買うだけでもなく、読むだけでもない素敵な体験をできる場所として作られたそうです。その場で読んでもいいんだって。で、あと思って。びっくりびっくり。そんなとこから出てくる？なんかさ、面白そう。ゴム頭ポン太郎。かわいい。これも見たい。宮崎駿飛行機時代。この力。大好きだから。これもすごい。雑草ノート。大好きなのでジブリが。見て、月で誕生パーティーを開いた。かわいい。かわいい。あ、見て。すごいね。枝になってますよ。すごいね。見て。素敵。見て。綺麗。見て。素敵。自然の。いつもだとさ、もうここしか見れないじゃん。わかる？本屋さんでさ、結構パケ買いとかする方だから、物を。すごい、夢を叶えた10人の大人がドラえもんを通じて伝えたいこと。いいね。面白いに決まってるじゃない。私の大好きな小説家の辻村美月さんが選んでるんですよ。ねえ。僕よりダメなやつが来た。優劣感や劣等感を超えて友情は芽生える。僕テストで5回に1回ほどの割で0点取るだろう。ところがその子10回に3回の割合で0点だって。あはははは。ああ、なんて素晴らしいことだろう。この世に僕よりダメな子がいたなんて。のび太結構辛辣。一緒に宿題する約束なんだって言ってる。で、1題できた。答えを照らし合わせしよう。まだできてないのってのび太が言ってる。次はドラえもんが道具を出します。配役入れ替えビデオ。のび太がスネ夫になって、で、ためくんの役がのび太になるっていう配役。そしたらのび太がもう赤面。もう見たくないだって。へこんでるわ、のび太も。なんか自分のやったことにちょっと、自分でやってたことにちょっと何か思うところがあるみたいな。一個挿絵が入って。あるのよ。心当たりっていう。劣等感っていうか、悔しいみたいな気持ちって、だって10歳の時に仕事始めたのが早いんだよね、あなたは。まあ仕事始めたっていうか、10歳の時に事務所に入って、誰かと比べる自分のことを。まだ勉強だったりとか、習い事だったらもう目に見えて、できるできないっていうのがはっきりしてるじゃん。足が速くてタイムが速いとかさ。でも芸能の世界って点数ってつける人によって全部違うんだよね。この人が見たら私は50点だけど、この人が見たら私は10点でとか、分かりやすく言うとオーディション行きました、こういう演技やってみてくださいみたいなことを言ったりとかさ、ああもっとこうすればよかったな、すればよかったなとか考えてるうちにオーディションって終わっちゃって、で気づいたらもう
オーディションも早くてその日その場で分かったりするのよ。じゃあ今から名前呼ばれた人は残ってくださいみたいな、呼ばれなかったとか、1回目で呼ばれなかったらもう諦めつくのよ、もうダメだったんだなって、最後の最後まで残って最後の5人とかになって落ちた時に何が違ったんだろうみたいなのが答えがないのよ。聞いても分かんないし、ただその子になったっていう事実しかないの。それが私にとって結構辛くって、で落ちてたからのび太の気持ちも分かる。なんか自分よりできない人っていうか、そのオーディションやってる中で、私この子よりできるみたいに思う瞬間もあったし、自分もね。そっかそっかそっか。だからその時ってこういうのび太みたいななんか気持ちだったのかなとか、でもそれが必ずしも悪い感情ではなくて、なんかそういう気持ちがないとやっていけないというか、自分を保てない時期もあっただろうし、100個受けて100個落ちるみたいな感じだったから、なんか、いやダメなんじゃないか、向いてないんじゃないかってずっと思ってたし、で学生の時なんてさ、受かったか受かってないかで評価されるっていう時に、もうなんかその答えが見つからなくてみたいな時も結構あったし、だからなんかダメだった子いたじゃん、ためくん。のび太にそういう風にさ、ちょっとなんか意地悪な、これからも一緒に0点取ってこうよみたいな、忘れ物もなんか同じようにしてこうよとか言っても、いや僕は忘れ物したくないし、テストだってできれば100点取りたいよとか言ってさ、のび太にとっては衝撃じゃん。みたいな、そうなのみたいな、そう来るんだっていうか、返しがさ、でなんか違う刺激をもらったことでのび太も成長してるとかさ、全然自分の違う価値観と触れ合うことってどれだけ大切なのかっていうのが書かれてましたね。なんかダメなところを受け入れて、プラスにね、なんかいいところをね見つけられる人でやりたいね。そうね、自分のこともそうだし、周りのこともそうだしねって思いました。とても深い本でした。おやすみ。よく眠れたよね。もう爆睡でした。めっちゃ静かだった。本当にさ、って黙ったらもう何にも音がしない。瓶のお水をこれ全部入れるらしい。結構多いね。簡単だね。ね。朝から測ったりしなくていいのは確かに。みつはいつも目分量でしょ。お腹空いた？べこべこだよね。空いたよね。空いた。おかゆ食べる？普段。たまに現場に作ってたりする。へえ。田中みな実さんに教えてもらって、ジャーを100度のお湯を入れて中を温めておいて、お米を大さじ2入れて、内蓋の線まで100度のお湯を注いで蓋するだけ。もういけそうかな。なんか沸騰しそうな雰囲気なんで、蓋して10分。お腹空いてなんかもうお腹と背中くっつきそう。腹ペコバオムシだよ本当に。もうせーの、わできてる。美味しそうだね。もうさ、お米がねとても美味しそうですね。なんかおかゆの時ってさ、こんなにご飯しっかりしてない感じするけど、もっとなんかやわやわなそう美味しそうじゃない？ツヤツヤしてて。ツヤツヤお米が。いただきまーす。いただきます。めちゃくちゃ美味しいね。なんかいいよね。これだけたくさん付け合わせがあると。ごちそうさまでした。では今日は絶景スポット始まりなので楽しみです。イエイ。